こんにちは。花岡福祉のバイオリンスクールです。今回は指使いの決め方についてジェラール・プーレ先生独自の指使いのテクニックをご紹介したいと思います。ギュンター・ピヒラーは公開レッスンで、私たちには悪い指使いで弾けるようになるまで練習をしている時間はないというお話をされていました。練習をするよりもまず先に適切で音楽的、そして事故が少なくて安全性の高い指使いを考えることが大切です。そしてある程度練習をしても良い効果が得られなかった場合、さらに練習をすることよりもより良い指使いを探すことに精力を傾ける方が効率がいいのです。一方で指使いというのは合理性だけで決められるものではありません。指使いによってまるで別の音楽になってしまうほどフィンガリングというのは音楽を左右します。例えば使う弦が変わると音色が変わったり、使う指が違うと音質が変わってしまうので、時にはあえてノーマルでない指使いを選択する場合もあります。それでは具体的な例とともに確実さと音楽性を兼ね備えた指使いについて一緒に考えていきましょう。プーレ式フィンガリングの前に、まず指使いを決める時の基本的な考え方を確認したいと思います。開放弦を使うか抑えるか迷った時、旋律を弾く時は前後の音を見て異弦の少なくなる方を選びます。例えば前後の音が A 線のところで1音だけ A 線の開放弦の代わりに A 線を抑えると、異弦をした時に音色が変わってしまいます。 A 線の開放弦を使ってすべて A 線で弾くと、異弦が入らないので同じ音色で弾くことができます。逆にアルペジオで和声のパッセージを弾くときには、あえて異弦のある指使いにしなくてはならない時もあります。例えばもし旋律を弾く時の指使いで弾いてしまうと、左手の動きも多くなって、同じ弦で2つ以上の音を出すと1つずつ音を出した時に比べて前の音の響きが止まってしまうので、和声として聞こえにくくなってしまいます。このようなパッセージでは響きが止まらず一つの和音に聞こえるように、和音を弾く時と同じような指使いで弾きます。和音で弾いてみますね。和音を弾くときは同じ弦を押さえても弾けないので、異弦のある指使いになるということです。旋律を弾いているのか和声を弾いているのかを意識していないと、和声のパッセージを同じ線で弾いてしまう場合がありますが、一つの和音の中で左手を動かすことはせずに、和音の塊ごと一度に押さえましょう。スラーの中では特に異弦の少ない指使いを選びます。例えばこの曲の場合、異弦の多い指使いにしてしまうと、4回異弦が入ってその度に音色が変わるのでレガートが損なわれてしまいます。異弦の少ない指使いにすると、2回の異弦で弾くことができるのでレガートにつなぎやすくなります。それから同じ音形にはできるだけ同じ指のパターンを使います。こうすることによって頭と身体両方の混乱を避けることができて弾きやすくなります。
例えばこのようなパッセージではタラランという音形が3回出てきますが、最初の2回はわざわざポジション移動しなくても弾くことができます。でもそうすると最初は231で2回目は342と違う指使いになってしまい、このように弾いてしまうと体に染み込ませるまでに時間がかかる上に、同じ音形の弾き方が変わってしまうので、音楽的にも統一感が出なくなってしまいます。なのであえてポジション移動をして同じ指で弾くことで、指のもつれも防ぐことができてまとまりが出てきます。231で次も231、最後の1回はゲーセンの開放弦を使うので同じ指で弾くことができませんが、できるだけ同じパターンの音形を同じ指使いで弾くようにします。上に上がるポジション移動は A 線に行って次の指がなくなってから上がるのではなくて、事故の少ない場所で行います。この発想を持っていると、無理に大きな跳躍をしたりやりにくいところで移動をせずに、ポジション移動のしやすい場所を選ぶことができます。もし次の指がなくなる頃に気づいてポジション移動をすると、リスクのあるポジション移動をしなくてはなりません。例えばこのようなところで小指まで来て、次の指がなくなってから上のポジションに上がってとポジション移動をすると、この第3ポジションから第6ポジションに大きなジャンプをしなくてはいけません。でも最初から5ポジションに上がっておくと、1回の移動で安全に取ることができます。指を伸ばして取ることが可能な場合は、ポジション移動はせずにその指だけを伸ばして押さえます。そうすることで伸ばした指と元のポジションに戻ってきた指両方の音程と音質の安定を確保することができます。もしポジション移動をしてしまうと余計な動きが多くなって不必要に左手を難しくすることになってしまいます。例えば第4ポジションと第5ポジションの間を行き来する場合、第4ポジションで始まって第5ポジションに上がって、また第4ポジションに戻ってくるような時には、1の指を動かさずに伸ばして取ります。1の指を動かしてポジション移動をすると、1の指を滑らせる時に間の音が入ってしまいますが、伸ばして取ると雑音が入らずに移動することができます。隣のポジションに移動して戻ってこない時も同様に、例えばこの例はさっきとは逆に下がる時ですが、この音からこの音に降りてくる時、1の指を滑らせて降りると間の音が入ってしまいますが、前の指から伸ばして取ると音と音の間をクリーンにつなぐことができます。レガートのフレーズでは特に半音の場所でポジション移動をすることで、ほとんど移動をしたのが聞こえないようなポジション移動をすることができます。全音のところでポジション移動をすると、半音に比べて距離が遠いのでポジション移動したことが音に出やすくなってしまいますね。では半音のところで移動するとどうなるかやってみましょう。この
方が音のつながりが滑らかになりますね。より滑らかにするために一つテクニックがあります。例えば最初に1から2に移動する半音がありましたが、このように違う指で半音を弾く場合は、次の指を前の指に近づけておくことで隙間なくつなぐことができます。次の指を前の指に近づけておかないと、隙間が空いてしまいますが、次の指を前の指に近づけておくと、滑らかにつなぐことができます。指を近づけておいたやり方で通して弾いてみると、移動の衝撃が少なくなるのでレガートにつなぐことができます。たくさんビブラートをかけたい音には1の代わりに2を、そして4の代わりに3を使います。1や4に比べて2や3の指は肉厚なので、豊かなビブラートと音のエネルギーが欲しい時に適しています。フォルティッシモで激しいビブラートをかけたい時には、前の指からの流れは関係なく、可能な限りビブラートのかけやすい2や3の指を使います。もしこれを4で押さえると、最大限の力が出ません。例えばゲーセンのファーストポジションのアーの1の音さえもこのために2の指で押さえるということもあります。これまでの基本を踏まえた上で、ここからはプーレ式フィンガリングをご紹介します。まずはじめに第3ポジション以降の親指の移動をできるだけ少なくすることが大切です。多くの人が必要以上に親指の位置を変えています。もしそのようなポジション移動をしていた場合、親指の移動を少なくすることで驚くほどの音程と音質の安定を手に入れることができます。もしポジション移動のたびに親指を動かしてしまうと、左手の感覚が頼りなくなって耳で聞いていても出ている音まで不安定になってしまうのがわかります。例えば第4ポジションから第6ポジションに上がるときは、このような親指の移動をせずに親指を出したまま親指と人差し指の間を広げることで移動します。ポジション移動の時に親指がネックの下に潜って親指の支えが移動してしまった場合と、親指を固定してポジション移動をした場合を交互にやってみます。固定するといっても親指が引っ込んだ状態で固定するのではなくて、第一関節から先をネックから出した状態で固定することがとても重要です。もっと高いポジションへの跳躍の場合、例えば6ポジションから9ポジションに上がるときは、親指をネックの角に引っ掛けて親指の支えが外れないようにします。親指がネックの下に潜って親指の逆圧が外れてしまった場合と、しっかり支えられている場合を交互にやってみます。親指がネックの下に潜って移動してしまうと握力が弱くなるので、力が抜けて音程が不安定になり、音質も弱々しくなってしまいます。耳で聞いて分かりにくかった人は、実際に親指がネックの裏に隠れない方法を
試してみてください。親指の逆圧による移動の安定感やしっかり押さえられる感覚が実感できると思います。親指の逆圧が逃げないために第3ポジション以下の場合も半音の移動では親指を動かさずに固定しておきます。親指の支えが移動すると半音でずらす指が移動しすぎてしまったり、移動の時に弦から指が浮いてきれいにつながらなくなってしまいます。親指を何度も動かすと忙しいポジション移動になることに加えて、親指を固定している時に比べると繊細に音程を取ることが難しくなってしまいます。固定しておくとスムーズに弦の上を滑って微調整することができるので、音程や音のつながりがきれいになります。音色を求める時以外に無理をして低い弦のハイポジションを使うことはしません。音がストレスなく響くことを優先してできるだけ低いポジションで楽に弾きます。響きのクリアさが欲しい時には特に高い弦の低いポジションを使います。例えばこのようなリズムをはっきりさせたい場所で低い弦の高いポジションを使うと、押さえている場所からコマまでの距離が短くなるので弦の振動が少なくなって音色が曇りリズムがぼやけてしまいます。高い弦の低いポジションを使うと押さえている場所からコマまでの距離が長くなるので弦がよく振動することができて音色とリズムがはっきりします。その音楽にどちらの指使いが適しているか、また技術的にどちらの方が良い音が出るか考えられるいくつかのフィンガリングを試して決めましょう。左手を簡単にするために開放弦やフラジオを利用して響かせている間にフリーになった指でポジションチェンジを行います。これはバイオリンに限らずイタリアやフランスなどラテン系の弦楽器奏者が持っている特徴でもあるようです。例えばこのような難しいパッセージではゼロやフラジオを使わないと3回も急いで移動しないといけませんが、ゼロやフラジオを使うとゼロで響かせている間に第1ポジションから第5ポジションに余裕を持って移動することができて、上がった後もフラジオで抑えることができるので音程を外す心配がなくなります。その後は1回移動をして最後の音を滑らせるだけです。これに関連してきれいに音程を取るためにフラジオを利用する技があります。フラジオというのは場所によって押さえた時と浮かした時が同じ音が出る場所と押さえた時と浮かした時が違う音が出る場所がありますが、今ご紹介するのはフラジオを使っても実音と同じ音が出る場合に限って使える方法です。普通の押さえ方ではポジション移動の時にこのように息苦しさ、強引さ、余裕のなさなど美しいフレーズを作る妨げとなるものが入ってしまうことがあります。それをまずフラジオできれいに響かせた後にそのまま押さえることで跳躍の時でも音を確認してから押さえることができて、無理のない自然で美しい響きを得ることができます。
そしてすぐに普通の押さえ方に変えることでしっかりとビブラートをかけることもできます。手の小さい方におすすめなのが、高いポジションで小指をなるべく避けて薬指で代用する方法です。ハイポジションでは小指が届きにくい場合がありますが、でも実はこのように小指よりも薬指の方が遠くまで届くのです。それに加えて小指よりも薬指の方が握力が強くて弦を押さえる面積が広いので、小指で押さえたか弱い音に比べると薬指で押さえた方がしっかりとした豊かな音を出すことができます。例えばラドと弾くときに普通はラシド234という順番なので、ドは小指で押さえる方がいますが、ここはあえて指を開いて1つ飛ばして肉厚で長い3の指でドを押さえます。逆に手の大きい人は薬指を使うと高いところまで行き過ぎてしまって代用をするとかえって音程が取りにくくなってしまうことがありますので気をつけてください。非常に高いポジションの時は特に隣り合った音を指を変えずに1本の指で移動します。これは2音階に限ったことではなく、場合によってはしばらくその1本の指をずらして弾いていくこともあります。もし別の指で弾くとビブラートやレガートが半減してしまいます。指を変えてポジション移動するよりも同じ指でいくつかの音をずらして弾く方が格段に良い音色や美しいレガートを生むことができるのです。このずらしの発想はオクターブや3度、6度などにも使われます。手の小さい方にとっては無理をしてフィンガードオクターブで弾くよりも同じ指でずらしていく方がずっと美しく弾けるのです。普通音階を弾くときには3度や6度はこのように指を変えて弾きますが、ずらしの発想を使うとこのようにつながりが良くなります。オクターブの場合もフィンガードオクターブで弾くとちょっと難しいですが、普通のオクターブをずらして弾くとこのように簡単に弾くことができます。また高いポジションへの大きな跳躍も同じ指を使って行うことが多いです。グリッサンドが入る指使いでは非常に滑らかにフレーズが運ばれるので、技術的な安定に加えて音楽的な魅力も得られます。別の指で跳躍をするとエネルギーが弱くなって音楽的な魅力も薄れてしまいます。あえてポルタメントをかけるときは、例えば2の指から3の指に移動すると指が変わったときにポルタメントが途切れてしまいますが、同じ指で移動すれば滑らかにつなぐことができます。単音の移動のときは2本や3本の指を押さえたまま移動するのではなくて、弾かない指は弦から離して1本の指で滑ると余計な縛りがないのでより魅力が引き立ちます。ポルタメント、まさにラテン語で心を運ぶという文字通りの技法です。ハイポジションで高速に駆け上がる音階には1212や2323、また123123といったようにシステマティックに上がっていく指使いを取ります。
もし規則性のない指使いにしてしまうと頭を使うので、早く弾けるようになるまでに時間がかかる上に音程の統一感もなくなってしまいます。規則性のない指使いで弾いてみますね。これだと頭がこんがらがってしまいますが、何も考えなくても弾けるようにするために規則性のある指使いを使います。123123で弾いてみます。単純な指使いを用いることで頭と身体の混乱を防いで安定とスピードを得ることができるのです。フーレ先生はこのような時よくノーミキシングと言っていました。違う指使いをせずに同じパターンの繰り返しで弾くという意味です。ここで少し曲によっても求められている指使いが違うということについてもお話ししたいと思います。バイオリンを用いた作品の作曲時期を大きく2つに分けると、1800年頃を境にバロック古典派の音楽とロマン派近現代の音楽では根本的に指使いの考え方が異なります。なぜ時代によって指使いの考え方が変わるのか、ここで覚えておかなくてはならない大切な出来事というのが楽器の変化です。この変化には細かく分ければたくさんの段階がありますし、もちろんある日を境に突然変わったというわけではないので一概には言えませんが、今回は便宜上2つに分けることにしたいと思います。この楽器の変化と音楽の変化は密接に関わり合っているので、切り離して考えることはできません。昔の楽器についての詳しいことはまた別の機会にお話ししたいと思いますが、指使いを決める上では時代によって異なる音に求められる価値観を知っていることが大切です。まずバロック古典派というのは、音の響きを空間の中での形として捉えて、いかに立体的な形を作るかという視点でアプローチをする音楽でした。それに対してロマン派以降というのは、音質や音色によってアプローチをする音楽です。指使いを決める時も古典派以前の音楽では立体的なシェイプを出すことを重要視して、響きの形をコントロールしやすい開放弦や低いポジションを積極的に用います。今回は少しでも当時の響きの形の違いを分かりやすくするためにバロックバイオリンで弾いてみます。まずここで言うシェイプというのは、発音した音を自然に響かせた後、それを自然に閉じていくというその響きの形のことです。このシェイプを作るという考え方がこの時代の音の出し方の基本にあることを頭の片隅に置いて聞いてください。先ほどの音色やリズムをはっきりさせたいときに低いポジションを使うという理由と同じで、ゲーセンの高いポジションでその音を弾くと、押さえている場所からコマまでの距離が短いので響きが少なくこもった感じの音色になりますが、同じ音を低線で弾くと、押さえているところからコマまでの距離が長くなるので響きがとても多くなって響きの形を作る余地が増えます。それに加えて教会など響きの多い石造りの建物で演奏していたことなどを考えると、必然的に空間を利用した演奏になってきたのではないでしょうか。これが低いポジションや開放弦が好んで使われる理由です。実際に技術的にはどうしているのかというと、弓を浮かせて響きを空間の残響に任せた弾き方をしています。そのためビブラートをかけると響きの形が収まらなくなってしまうので、当時は今のようにノンストップでビブラートをかけるのではなくて、ビブラートは補助的に使っているだけでした。今から古典派以前の音楽とロマン派以降の音楽の演奏スタイルの違いを実際に弾き比べてみます。これまでの話を踏まえて響きと音楽がどう違うのか聞き比べてみましょう。まず古典派のスタイルで弾いてみます。
次にモダンバイオリンでロマン派のスタイルで弾いてみます。どうだったでしょうか。音のシェイプを出すという意味が伝わったでしょうか。それに対してロマン派以降の音楽では音色を作ることとそのレガートを重視して威厳の少ない指使いや低い弦のハイポジションを意図的に使うことがあります。ロマン派になるにつれて音楽が公的なものから私的なものに変わって個人の心情を吐露するための音楽になったので、そのエスプレッシブな表現のためにビブラートやレガートが求められるようになりました。ビブラートのかかったレガートな音で先ほどと同じようにその音をD線の低いポジションとゲ線のハイポジションで弾き比べてみます。まず D線の低いポジションで弾くと、次にゲ線のハイポジションで弾いてみます。この弾き方では低い弦のハイポジションの方が深みのある音色になったことが分かりましたでしょうか。このような音がロマン派の音楽では求められるようになってきました。また一つ一つの音の形ではなくて大きなレガートを作ることが求められる音楽になったために、音と音とのつながりが魅力として捉えられるようになりました。このような理由からできるだけ威厳の少ない指使いをすることが多くなったのです。一本の弦で弾くということは低い弦のハイポジションを使う必要が出てくるということです。古典派以前では考えられないことですが、時には故意にポルタメントの入る指使いを選ぶことも選択肢として増えました。それではまずバロック古典派の指使いでロマン派以降の音楽を弾いてみます。ロマン派以降は音色でアプローチをする音楽なので、低いポジションで弾くと魅力を出す手段を奪われてしまって音楽になりませんでしたね。今度はハイポジションを使ってポルタメントを入れるロマン派の弾き方で弾いてみます。このポルタメントやハイポジションによる音色の効果がなければロマン派以降の音楽は意味を持たない音になってしまって表現ができなくなってしまいます。最終的な段階ではまず第一に求める音楽があり、そのためのフィンガリングを考えますが、それを最初から一人で考えることが難しいのは当然です。初めのうちは良い指使いによる音楽的効果と技術的な安定性を体験しながら心身を通して求める音楽を学んでいくことが大切です。さまざまな音楽を勉強してそれぞれに適した良い指使いを体験することの積み重ねによってだんだんと自分で指使いを決められるようになっていくのです。